皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今年の夏は異常なまでの猛暑でたくさんの多肉をダメにしてしまいましたが、涼しくなりやっと少しずつですが多肉を増やす作業ができるようになりました。小株を外したり胴切りしたり多肉を増やす作業が続いています。今回も小株がついて気になる多肉をいくつか持ってきているので、先にそちらを見ていきましょう。少し前の動画でも登場したこのカバディを覚えていますか？そして小株が窮屈そうなロータス、その他にも3つほど株分けしようと思っていた多肉を持ってきました。そして苗がまだ小さいのでビニールポットを用意しています。まずはじめにこのカバディの小株を外していこうと思います。このカバディは2月の終わりに螺旋状にこぶいていたものを胴切りして小株を大きく育てたものになります。といっても小株もまだまだ小さいものが多く、今回は大きめの株を2つほど選んでカットしていこうと思います。ちなみに胴切りした時に葉ざしもしてたくさん芽が出ていたんですが、夏の暑さでだいぶ枯らしてしまいました。せっかく芽が出ていたのにかわいそうなことをしてしまいました。そして今取っている葉もカットした小株と一緒に同じポットに葉ざししておきます。外葉を外したらロゼットがだいぶ小さくなってしまいました。早く根付いてくれるといいんですが。これでカバディの小株外しは完了です。次はこのロータスです。元気よく出てきた小株に葉が押されて親株の方も窮屈そうです。小株を根元付近からカットして外してみると、親株の葉はこんなに上がってしまっていました。株元を覗いてみると少し土が少ないようなので、株元に土を寄せておきます。株元に土をぐるっと一周入れ終えて、ロータスの親株の作業はこれで完了です。カットした小株から少し葉をもいでロゼットの形を整えていきます。少し茎が長いのでカットしました。このままポットに挿して、もいだ葉は別のポットに葉ざししておきました。ロータスの作業はこれで完了です。赤く紅葉し始めて、虹の玉も可愛くなってきました。ちなみに11月の初めにはこんなに緑でした。今では葉数も増えて順調に成長しています。そして
多肉棚の一番上ではビアホップが大暴れ。その隣ではドドランタリスの親子がお目覚めです。このドドランタリスは春に花が咲いたりダメにしてしまった株もあるので、また増やしておきたいですね。作業の続きはこのグレンシャからです。このグレンシャも一時は枯れかけていたんですが、なんとか復活してくれたので、ここで小株を外して保険株を作っていこうと思います。本当は小株を全部外したいところですが、置き場問題もあるため、今回は2株ほどカットすることにしました。そういえば私は小株をカットしてすぐに土に刺していますが、乾いた土を使っているためあまり気にしていません。もし気になるようでしたら、切り口を乾燥させてから土に刺してあげるようにしてくださいね。このグレンシャ、とても葉が薄いので葉ざしはどうしようか悩んだんですが、そういえば薄葉のサフランは葉ざしでもよく増えてくれるなと思い、一応取った下葉は葉ざししておくことにしました。小株を外した後は枯れ葉のお掃除です。小株をカットした後の茎はこんな感じです。もう少し長く茎を残せばよかったですね。その方が後々また小吹きやすかったかもしれません。最後に株元にぐるーっと一周土を入れて、このグレンシャの作業も完了です。まだ一つ小株が残っていますが、二つ小株を外しただけで株もすっきりしました。次はこのカリストです。このカリストは群生ではなく寄せ植えになります。育った株が横に飛び出し、少し邪魔になってしまうため、カットして新たにお一人様で育てることにします。と言っても今回植え付けするポットは小さなビニールポットなんですけどね。窮屈そうですが、しばらくはこれで我慢してもらいます。最初に寄せ植えした時のカリストです。この東雲ハイブリッドとネオンブレーカーズも同じように寄せ植えしていました。そして夏越しに失敗してボロボロになったものをまた寄せ植えしたのがこのカリストになります。鉢から飛び出している株をカットしてみると、すでに茎の途中から根が出ていました。残ったカリストはまだはみ出し感はありますが、これはこのまま様子を見たいと思います。そしてこのルシタは淡い色合いで丸葉のかわいい多肉なので、寄せ植えに使いたいなと思い増やしておくことにしました。たまたま取れてしまった葉に芽が出ていましたね。とりあえず小株をカットする前に先にきれいに枯れ葉は取り除いておきます。このルシタ、
どの株をカットしようかと思いましたが、やはり茎が長く伸びているものをカットしました。手元が見えていませんが、これでルシタの増やす作業も完了です。ルシタの株元に小さな小株がついているのを発見しました。これは嬉しい発見でした。ここでビニールポットが一つ余っていたので、急遽もう一株カバディをカットすることにしました。はい、ということで今日も多肉を増やしていきました。いかがだったでしょうか。そろそろ多肉のハウスもビニールをかけなきゃいけないんですが、久しぶりに雨が降ったり、しかもまた来週あたりから気温も高くなるということで、多肉のビニールハウスのビニールをかけるタイミングを逃してしまっています。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。